この映像は2022年7月30日にアメリカ・ウィスコンシン州で発生した殺人事件の一幕を捉えたものです。少年たちに取り囲まれる中、突如ナイフを抜いた中年男性。切りつけられた少年の腹部からは内臓が飛び出していたんです。若者グループが中年男性を変態呼ばわりしたせいで起こってしまった殺傷事件。互いにレジャーを楽しむ中で両者はなぜトラブルになってしまったのか。罵倒する若者たちと反撃に出た中年男性。本当の悪はどちらだと思いますか？おそすけんちゃんです。いや、みよりこです。やめさん、僕ね、ハイボールとかね、好きなんですよ。たまに店によってはさ、ただ普通の氷のとこもあれば、ちゃんと丸氷のとこもあれば、四角い氷のとこもあるじゃん。あるわね。あれで結構僕テンション上がるんですよ。結構 SNS でさ、そういう風に綺麗にウイスキーとかハイボール取ってる人いるけどさ、やっぱり透き通ってる氷だと素敵に見えるじゃない。ああいうのね、家でも作れたらいいんですけどね。あ、作れるんじゃないの？売ってんだけどさ、むずいのよあれ。あ、そうなの？削るのかってこと？冷やした後に削んのよ。もうその時点俺無理や。包丁でガリガリやったらいけるんじゃないの？いけんのよ。いけんだけど、やりたくない。あんた本当に好きなの？お店で飲むの好き。ハイボールが好きっていうよりなんかウイスキーが好きな話だよね。まあまあ、酒が好き。いや、もう何でもいいんじゃない？結局。皆さんもね、おすすめの酒とかね、ぜひね、コメントいただければと。今回はアメリカ・ウィスコンシン州で発生したアップルリバー殺人事件をご紹介します。この事件では中年男性が若者たちに変態呼ばわりされ、身の危険を感じ反撃した結果、殺人にまで発展してしまった事件なんです。いや、そりゃあね、いくらそういう大人であるおじさんと若者といえど、みんなにそんな囲まれちゃったりしたらおじさんでもいくらでも怖いわよ。怖いね。ただね、この事件ね、全貌を知っていくと、若者とね、中年の男性のどっちが本当に悪いのかっていうのをすごくね、考えさせられる事件なんです。皆さんもね、ぜひその視点でね、見ていただければと思います。ある日、川遊びをしに来ていた若者たち。事件の後、彼らは血の気も引くような姿で発見されたんです。川岸の惨状。2022年7月30日、アメリカ・ウィスコンシン州サマーセット、夕方4時前、郊外を流れるアップルリバーの川岸には、物々しい空気が漂っていました。アイザック、おい、アイザック、しっかりしてくれ。悲痛な叫び声を上げる若者たちに囲まれ、横たわっているのは、胸から血を流す一人の少年。夏休みのレジャーに訪れていた高校生、アイザック・シューマンは、すでに心肺停止の状態。すぐそばでは、友人のアレクサンダー・マーティンも、苦しそうに腹部を押さえていました。アレクサンダーの傷口からは、腸が飛び出しており、一刻を争うのも、彼もまた同じだったんです。川岸には彼らの他にも負傷した男女が3人。楽しい夏休みのひとときは地獄絵勢と変わってしまったんです。その後駆けつけた救急隊と周囲にいたレジャー客の協力により、若者たちは緊急搬送。負傷者5人のうちの4人は一命を取り留めましたが、すでに心肺停止していた高校生のアイザックは助からなかったんです。想像以上に悲惨な状況じゃない。何？傷口っていうかもう切り裂かれて腸が飛び出しちゃってんでしょ？聞いてるだけで痛くなってきちゃうわよ。川遊びっていうところで水着だったわけですよ。上半身裸の人とかね、薄着の女の子だっているわけなんで、だからやっぱりそれで傷が深くなったっていうのも要因としてあるんです。そしてこの後逮捕された犯人は、悪いのはこの若者たちだと主張するんです。事件から3時間後の夕方6時45分、同じ川へ遊びにやってきていた中年男性が警察に身柄を取り押さえられました。抵抗することなく連行されていったその男の名はニコライ・ミユ。ミネソタ州でエンジニアの仕事をしているルーマニアからの移民男性でした。取り調べにおいて被害者の1人が死亡し、4人が重傷を負ったことを知らされた彼は両手で顔を覆い、声を震わせてこう言いました。もう俺の人生は終わりだ。さらにニコライは続けてこう話します。俺は襲われた側の人間なんです。身を守るために彼らを攻撃しました。彼らは大勢で俺を囲ってこう言ってきたんだ。おい、子供好きの変態野郎がいるぞ。
若者たちは大勢でニコライを取り囲んで小児者だと罵り危害を加えようとしたといいます。その言い分が本当だとすれば、彼らはなぜ急にニコライのことを性犯罪者呼ばわりし始めたのか、ニコライは本当にナイフを抜くしかなかったのか、事件が起きたその時まで時を遡ります。2022年7月30日の午後、ニコライはウィスコンシン州サマーセット近郊のアップルリバーで妻や友人と共にチュービングというレジャーを楽しんでいました。チュービングって聞いたことないわよ。これね、夏のアメリカではかなりポピュラーなレジャーなんです。というわけで本日のメトラキーワード、チュービングについて。チュービングとは車のタイヤのような大きな浮き輪に乗って川下りするアメリカで人気のレジャー。ロープで仲間同士のチューブを連結し、輪になってビール片手に川下りをするこのアクティビティはアメリカにおける夏の風物詩ともされています。チュービングは多くの人に親しまれていますが、危険と隣り合わせの側面も。チュービングをしている集団はアルコールが入っていることが大半なため、人が多い場所ではトラブルになることもしばしば。また、業者が企画しているようなレジャーではなく、自然の川で自己責任で楽しむものということもあり、重傷者が出る水難事故も毎年報告されているんです。その日の昼頃から妻や友人とチュービングを楽しんでいたニコライ。至って和やかなその時間の最中、友人の一人がこんなことを言い出したんです。しまった、スマホを川に落としたかもしれない。ポケットの中を探りながら困った顔でそう話す友人。ニコライはすぐに立ち上がるとこう言いました。オーケー、探してくるよ。いいのか？せっかくのチュービングなのに。こういう時のため潜水グッズ持ってきてるんだ。そう言うとニコライは持参したゴーグルとシュノーケルを掲げてみせました。ニコライはアウトドアが趣味で、レジャーの際の備えは万全。人助けが好きな優しい性格もあり、友人との集まりではいつも便利屋のような役割を買って出ていました。みんなは気にせず楽しんでてくれ。そう言って彼はこの日もトラブル解決を引き受け、一人で友人のスマホを探し始めたんです。いや、これも集まってキャンプとかするとさ、いるわよね。なんかバーベキューの時とかもなんかすごい世話を焼いて奉行する人ってね。こういう何でもやってくれる人いるよね。こういう人のおかげで成り立ってんのは。まあそうね。正直。まあ甘えちゃいけないんだけどね。甘えてもらった方がその人は嬉しいんじゃない？じゃあもう甘えます。まあニコライっていうのは仲間内で言うと、まあそれぐらい絵に描いたようないいやつだったんで、この後ね、彼がね、あんな事件を起こすなんて誰が想像できたんでしょうか。スマホを探し始めてしばらく経った頃、ニコライは近くにいた若者のグループが何かを見つけて騒いでいることに気がつきました。すまない。この辺りでスマホを落として探してるんだが、ニコライはグループに向かってそう話しかけますが、大声で騒いでいた彼らにその言葉は届きませんでした。なんだこいつ、何探してるって？おい、やばいぞこいつ。小さな女の子を探してるらしい。スマホを探していると話したニコライの言葉を、なぜか女の子を探していると解釈してしまった若者たち。なんだよね。ニコライがゴーグルとシュノーケルをしていたこともあり、彼らは水中から何かを見るつもりだったんだと、汚いものを見るような目をニコライに向けました。He's on camera. Tripping. He's on 4K. Yo, the new iPhone got that good quality. What do you say? ニコライは友人がなくしたスマホを若者たちが拾ったものだと思っていたため、罵声を浴びせられながらも彼らの周辺を探ろうとしました。しかしそうやって若者たちに近づいたのが良くなかったんです。よりヒートアップした若者たちの様子に近くにいた女性2人組も加勢。彼らは大勢で取り囲んでニコライを罵倒し始めたんです。
詰め寄ってきた金髪の女性をニコライが殴りつけたことから事態は一変。それを見ていた少年がニコライを殴り倒し、次に起き上がった時にはニコライの手にすでにナイフが握られていました。そこから次々と若者を切りつけていったニコライ。先ほどまで彼を嘲笑っていた若者たちは誰もが青ざめ取り乱したんです。いやー、ちょっと実際に映像を見るとめちゃくちゃ壮絶ね。ニコライが最初に手を挙げたのが悪かったってのはあるんだけど、身の危険を感じるわよね、これは。若者たちがね、ニコライの話をちゃんと聞かなかったのもありますし、この映像だけだとどっちが悪かったのかっていう判断は結構難しいんです。取り調べ中、ニコライは集団の中に未成年に見える少年がいたにもかかわらず、大量に酒を飲んでいたことにも言及。ニコライの話がまともに耳に入っていなかったのは、彼らが酔っ払っていたこともあってのことでしょう。泥酔していて話が通じない彼らに囲まれ、ニコライは底知れない恐怖を感じたと言います。そしてナイフを抜いた理由について彼はこう話しました。少年に掴みかかって押し返した際、その子がナイフを持っているのが見えました。周りにいた奴もナイフを出していた。だから自分を守るためにとっさにそれを奪って攻撃したんです。このようにニコライは犯行について一貫して正当防衛を主張。警察はその後、若者のグループが撮影したビデオの内容も含めて改めて事件発生時の状況を精査。結果、事件から2日後の2022年8月1日、ニコライは第1級殺人と第1級殺人未遂4件で起訴される運びに。ここまで見る限りだと正当防衛だって主張されたらその通りかなって思っちゃうわよ。ただそれがね、警察や検察は、ニコライのこの正当防衛の主張っていうのはかなり怪しいと判断していたんです。というのも、かなり重要な点で彼は嘘をついていたんです。本当の悪。事件から2年後の2024年4月、ウィスコンシン州セントクロワ郡の裁判所でニコライの裁判が改定。彼に適用されたのは1件の殺人と4件の殺人未遂、さらに1件の暴行。有罪となれば終身刑もあり得るとされていました。これらの罪に対しニコライは正当防衛を主張しますが、検察は次のように指摘。被告人は若者たちに怪しまれた時点でその場を去るべきでした。それをしなかったため事態を悪化させてしまった。また最初に女性に暴力を振るったのは被告人です。そこからナイフで攻撃に転じており、正当防衛は到底成り立ちません。それに被害者側は全員丸腰だったというのに。待って、ちょっとおかしいじゃないのよ。ニコライはさ、何も持ってなかったって言って、その若者からナイフを奪って刺したって言ってたのに、話が違うじゃない。実はそれこそがニコライがついていた重大な嘘なんです。少年に掴みかかって押し返した際、その子がナイフを持っているのが見えました。周りにいた奴もナイフを出していた。だから自分を守るためにとっさにそれを奪って攻撃したんです。警察の取り調べでニコライは確かにそう話していました。彼は若者たちを刺して逃走する際、現場近くの茂みに少年から奪ったとされる凶器のナイフを遺棄。しかし警察が押収していたそのナイフは若者たちの持ち物ではなく、ニコライがチュービングのロープを切るために持参したものだと発覚したんです。つまりニコライは正当防衛の主張が通るよう、若者たちが最初にナイフを向けてきたと虚偽の供述をしていたということ。そして検察はニコライの正当防衛が認められない理由をもう一つ挙げました。事件当日、ニコライは当事者として明らかに不自然な振る舞いをしていたんです。2022年7月30日の夕方6時45分、若者たちとのトラブルの後、ニコライは妻や友人たちとチュービングの終着点へ到着していた。すまんな。スマホ結構探したんだが見つけられなかったよ。いやいや、探させて悪かったな。今度来るときはニコライもゆっくり楽しもうぜ。友人と何気ない談笑を交わしていたニコライ。そう、彼は妻にも友人にもトラブルのことは一切話していない。そうやってグループのメンバーと笑い合っていた時のこと。すいません。先ほどこの近くで事件がありまして、少しお話お聞かせ願えますでしょうか。ニコライに歩み寄り、そう問いかけた警察官。事件を近くで見ていたレジャー客がニコライがチュービングの終着点まで逃走していることを目撃し、通報していたのだ。すまない。ちょっと行ってくるよ。ニコライは妻や友人にそう告げると、警察に従って歩き始めた。そして次の瞬間、彼は確かにこう言った。川で何かあったんですか？私は関係ないですよ。事件への関与を隠そうとすることが正当防衛で攻撃してしまった人間の態度と言えるでしょうか。検察にそう責め立てられたニコライは、あの時は混乱していたと弁解。その主張はもはや認められるはずもありませんでした。2024年7月31日、第1級無謀殺人と軽暴行罪4件の安全危害で有罪となったニコライに下された判決は懲役20年。当初検察が求めていた故意の殺人からは減刑されましたが、犯罪者となってしまった現実にニコライは肩を落としました。
事件に関してはね、ニコライだけが悪いわけじゃないとは思うんだけど、それだとしても正当防衛の主張を通すためにね、嘘をついてたり隠したりっていうのは良くないわね、これは。若者たちにね、罵倒されたっていうのは事実ですし、情状酌量できる部分もね、踏まえて、妥当なのかなーっていうのは思いますね。事件で亡くなったアイザック・シューマンは成績優秀でスポーツ万能、さらに高校生にしてボートや車の清掃ビジネスを起業していた才能ある少年でした。将来の夢を熱く語っていた彼が若くして命を落としたことに遺族は深い悲しみを表しました。腸が飛び出すほどの怪我を負ったアレクサンダー・マーティンは2度にわたって心停止になりながらも奇跡的に生還。しかし彼もまた心に負った傷は計り知れません。女性で唯一負傷したライリー・マティソンに関しては事件以来うつと不安障害に悩まされているとも。このようにニコライの犯行が被害者に与えた影響は極めて重大と言わざるを得ないんです。一方で友人のスマホを進んで探しに行くなど普段は優しく思いやりのある人となりのニコライ。その事実を鑑み裁判官はこう告げています。被告人が心から罪を悔いていることを信じています。事件の日以外の行動を見れば被告人は非暴力的で平和的な人物に見えます。判決は彼が犯した最悪の行為以外の人間性を考慮に入れてのものです。その言葉を受けニコライは被害者や遺族に次のように謝罪の意を述べました。この事件で直接的間接的に迷惑をかけてしまった人々への許しを神に祈ります。どれだけ申し訳なく思っているかご理解いただければ幸いです。最初に手を出してしまったことや殺傷能力のある武器を使ってしまったこと、相手がナイフを向けてきたと嘘をついたこと、この事件におけるニコライの落ち度は決して少なくありません。しかし彼が若者たちに罵倒され底知れない恐怖を覚えたこともまた事実。これらの事情を踏まえて関係者には次のように話す人もいるんです。この事件は加害者も含めて全員が被害者になってしまった。重大な殺傷事件を起こしたニコライと彼の話をろくに聞こうともせず罵声と暴力を浴びせた若者たち。この事件における本当の悪は果たして誰だったのでしょうか。もし何度断っても諦めてくれない異性がバスで隣に乗り込んできたらあなたはどう対応しますか。2006年12月11日セント・ヴィンセント・グレナディーンの首都キングスタウン。午後4時頃この街の主要なバス停であるリーワードバスターミナルで突如女性の叫び声が響き渡りました。助けて。尋常でないその声に通りかかった人々は何事かとそちらへ視線を送ります。すると発車待ちで止まっていた1台のバスから飛び出してきたのは1人の若い女性。さらにその後には青ざめた顔の乗客たちが大慌てで駆け下りてきたんです。彼らは明らかに動転しておりバスの中で何かが起きていることは一目瞭然。周囲の人々が何事かと固唾を飲んで見守っていたところ血まみれのシャツを着た一人の男がバスから降りてきます。そして刃渡り35センチほどの巨大な刃物を手にした彼は何事もなかったかのような表情で最初に逃げ出してきた女性を捕まえるとその首を切り落とし放り投げたんです。平和なはずのバスターミナルで突然若い女性の首を切り落とした男。白昼堂々のこの犯行の裏には男のどうしても諦めきれない思いがありました。彼がここまで過激な手段に走った理由、それは妄想による激しい思い込みだったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。